イギリスの病院の状況を目の当たりにしたんですけれども、びっくりするようなこともたくさんあったのです。20 ambulances approximately sitting there, engines running, with people waiting to be admitted into hospital. 今日のお弁当はどうしようかな。焼きそばかな。焼きそばでいい？いいや。Bocadillo? ボカディリオがいい？ボカディリオにする？カサハムサンドイッチ。 What about breakfast? Cereal? 朝ごはんはシリアルですね。真っ暗なんですよ、外はね。はい、今日はもうさっと簡単な焼きそばを作ってお弁当にしようと思います。今日はね、結構忙しいんですよ。なぜかというと、リアとリコの参観日。こういう焼きそばを買ったんですね。どこで作られてるんだろう。美味しいんだろうか。食べたことないんですけど、ちょっとこれを作っていきたいと思います。今週はね、結構忙しくて、というのもまだ智也と純がバルセロナにいるんですね。というのも純が鼻の手術をして鼻の手術をして鼻のね、穴がねちっちゃかったんですね、ちょっと。なので鼻から息がしにくいということで、ちょっとそれを広げる手術をしたんですね。詳しくは多分純のチャンネルでお話しすると思うので、ここでは言いませんけど、で鼻の手術なんですけど、やっぱり全身麻酔で1日入院して、で結構今昨日やっとその鼻の中のプラスチックを抜いて、ようやく大丈夫になった、痛くなくなってきたみたいですね。マイナーな手術なんですけど、やっぱりちょっとね、家にいてあげようかなっていうことで、結構ゆっくりしてました、家族でね。でリアとリコの今日の朝ごはんはシリアル。リコはコーンフレーク、リアはチョカピックで、リコは頑張って百人一首覚えてんだよね。昨日百人一首をして、リコ結構覚えてて、お兄ちゃんたちびっくりしてたよね。ずるとか言ってね。で今日参観日で百人一首のゲームをするんですって。イニシエの？イニシエのっていうのは昔のってことでしょ。乱れてきた。ねえ、取ればよかった。知ってんの？リコが取ろうとしてたけど、Yeah, that's basically cheating. give it. いくよ。 It's fine. 立ち別れ稲葉の山の峰におる松としきかば今帰り込む。すごいね、リコ。でしょ？いくよ。恨みわび干さぬ袖田にあるもの、恋に口なんなこそうしけ。リコにメンバーを秋の田の仮穂の白のトマを割らん。我が心 You touched that one first with your thumb. My dream is to do this and throw it.いくよ。三日の原脇で流るる泉川、いつみきっと手が恋しかるらん。はい、パシノブレド井戸に出りけり我が心。本当にね、簡単にあと20分で作らなきゃいけない。あと本当15分ぐらいでさ作らなきゃいけない。もうちょっと早く起きればいいんですけどね。結構最近リアとリコも寝るのが10時ぐらい、10時半ぐらいなんですよ。でそれから私もダディもちょっと1個テレビシリーズ、最近ゲームオブスローンズを見てて、私はもう1回見たんですけど、ダディが見てないので見てて、で寝るのでね、11時半ぐらいだった。もうちょっと早く寝ればいいんですけど、もう少し早くね寝ないとダメですよね。やっぱり8時間は寝ないとね。6時半ギリギリになって起きて、今ね、前後毎日朝9時から10時まで、今日は8時半から9時半までなんですけど、スペイン語をやり始めたんですね。前子どもたちを教えてくださってた先生
もう結婚されてポルトガルに引っ越されたんですけど、まだねオンラインでスペイン語をされてるので、その先生に習ってて、すごいいい先生なんですよ。でね、その先生に朝起きてね、お弁当を作ってるって言ったら、びっくりして、子供たち何歳だっけって言って、カズが17歳、リアリブが12歳って言ったらね、自分たちで作らせないのって言うんですね、先生が。自分たちで作らない。私が作ってあげてるって言ったら、作らせればいいじゃん、もう大きいんだからって言ってんの。多分昨日ね、セリのお弁当がサンドイッチ、ボカジリオスって言って、パンコントマテにハムを挟むだけだったりとか、あとパスタ、これもパスタみたいなもんなんですけどね、こうバンって入れるだけだったりとかなんですね。日本のお弁当って知ってるって言って、日本のお弁当の写真を見せてあげたら、うわーってびっくりされて、すごいね、こんなの朝から作るのって言って。まあ私はね、そんな大したもん、こんな焼きそばだけとかだから、こんなすごくはないけど、これがね、日本のお弁当で、だから普通はお母さんが作るんだって教えてあげたの。わあ、すごい美味しそうな匂い。やっぱりベーコンが美味しいからかな。お水を入れて、こちらでね、卵をちょっといり卵にして入れます。さっきもスペイン人の先生がびっくりされたように、1週間にね2回ぐらい来てるスペイン、この方はスペインにもう30年ぐらい住んで、お掃除、いろんな人のねスペイン人の家庭のお掃除とかお手伝いをずっと長い間、もう本当に17歳ぐらいの時からされてて、今40、50近いので30年以上もうこっちで働いてる人が、スペイン人はねそんなに料理しないっていうことなんですね。でもう本当に簡単なものしか作らないよって言って、私が料理してたらびっくりして、すごいですね、料理いっぱいするのねって言って。スペインの方は例えば肉を焼くだけとか、結構すごい簡単なものを食べるらしいですね。家庭によるのかもしれませんけど。青のり買ったと思うので、青のりがこんな感じで。あとね、最近ジムに行き始めて1年間契約をして、ディールっていうところに一番最初ジョインしたらパーソナルトレーニングが安くなるんですね。サービス特典っていうんですかね。なので初めてパーソナルトレーニングをやったんですね。なのでいつもね一人でヨガとかはしてるんですけど、トレーナーとトレーニングしたので、もう足がすごい筋肉痛。こんな感じですね。ダディが言ってたボカリリオス、パンにハムを挟むだけのサンドイッチよりは美味しそうじゃないですか、ね、本当に一つ私イギリスね、この次のお話はダディとのイギリスの病院についてなんですけれども、一つね、私がイギリスの病院でびっくりしたのはやっぱり食事ですね。食事がもう本当にひどかったっていうのは悪いんですけど、もうしょぼいっていうのね。でも本当にあれでしたね、食事が大変でした。なんかね、青のり買ったと思ったらないの。青のりがねあれば、あるかな。あった。よかったよかった。青のりありました。美味しそう。結構美味しそうですよ。お見せしましょうか。あんなにもう本当に10分で作ったのに、10分とは思えない。10分とは思えないでしょ。今23分。もう本当に入れなきゃ。で、私ね、智也をイギリスの病院で産んだんですよ。イギリスの公立の病院でね。その時に思いましたね。イギリスの病院すごいなぁと。産んでもうすぐから病院の食堂まで食べに行かなきゃいけないんですよ。痛いのに。
数時間後になんかもうご飯食べに行けって言われて、もう這うようにしていきましたけどね。まあ若かったからね、できたんでしょうね。今だったら本当にもう私立の一番いい病院にしてもらおうかなと思いますけどね。その時は公立の病院の方が普通のお友達ができそうな感じがして、それも個室じゃなくてなんか大勢部屋を選んだんですよ。若かったんでしょうね。何も知らない無知な若かったっていうね。お友達できるどころじゃないんですよね。もう皆さんね、子供産んだ後って結構もう必死じゃないですか。なんか誰とも喋らない、もうみんななんか赤ちゃんがギャーギャー泣きわめいてもね、新しいお母さんたちもみんなすごい若いんですね。それもなんか10代とかみたいな。私はもう30過ぎてたのでね、本当に食事もね、ご飯産んだばかりなのに本当にサンドイッチだけとかなの。中にハムが挟んであるだけのサンドイッチになんかスープとかつけてほしいじゃないですか、日本人だから。そんなの全くなくて、もう本当になんかコールド冷たい食事が多かったですね。でスープとかそんなサラダとかじゃなくて、デザートにジェロみたいな母乳伝蔵みたいなね、本当に、文化の違いですよね。ね、ダディが言うようにこうやってイギリスの悪いところばっかり言ってるのは良くないので、ちょっといいところね。私が一番びっくりしたのは、産んでその次の日にベッドが足りないからあなた元気そうだから出て行ってくれ、お家に帰れって言われて、お家に帰らされたんですよね。でお家に帰らされたので、私どうしよう、何もできないの、お家に帰らされてどうするんだろうって言ったら、産婦さんになんとかマザーって言うんでした。名前ちょっと忘れた。助産婦さんみたいな方が毎日来てくださるの、手伝いに。でその方にお電話したら、何かあった時にはね手伝ってくれるっていう。で毎日チェックしに来てくれるっていう。それはすごいいいと思いました。ダディのお父さんのそのパートナーの方もそういう仕事をしていて、やりがいのある仕事だっておっしゃられてたので、ね、そういうヘルプシステムがあるっていうのはいいと思いましたね。ということでお弁当できました。いかがでしょうか。じゃあダディのトークに行きますよ。このワインがここにあるという。ダメですね。ごめん。次からこのミステイクは二度と繰り返しません。一度は繰り返すかもしれませんが、頑張って繰り返さないようにします。はい、いっぱい覚えた？百人一首。有明やーって。リオと周知には絶対勝てないと思うんだけど。では皆さんも良い週末を。さよなら。ダディのトークがこれからですよ。はい。皆さんこんにちは。こんにちは。お久しぶりですね。ダディです。久しぶりのダディです。Yeah, remember me? 久しぶりにイギリスのアップデートをしたいと思います。というのもね、私たち今年の正月からダディのお母様グラニーが病院に入院されて、ダディもスキーの後イギリスに行って、イギリスの病院の状況を目の当たりにしたんですけれども、それがすごいびっくりするようなこともたくさんあったので、それをお伝えしたいと思いますね。ダディからイギリスのアップデートをずっとしていなかったので、この機会にしていきたいと思います。特に病院のことですね。じゃあ、so what do you want me to talk about? The hospital? Hospital. Yeah, the things you kind of shocked. And the other day, you remember you sent me the article in the emergency room. There's not a young but middle-aged lady who passed away. Yeah, I think it was in Nottingham. She went to A&E and wasn't seen for 7 hours. And eventually, when her time came, the hospital staff realised that she was under a coat and had died, or was seriously ill. I think she was then admitted to A&E and she died. Waiting 7 hours is a really shocking, terrible case. I don't think I was shocked by anything when I went to visit Granny in hospital. I think I knew what to expect, but I saw a lot of things illustrating how the NHS is in crisis. She was admitted to hospital on the 1st of January, and actually she had pneumonia and a few other things. She had to wait 6 hours for the ambulance to come. 6 hours? 6 hours, which actually is less than I expected. But then she spent nearly 40 hours in A&E, in accident and emergency, before
they could find space in a ward for her to go into a proper ward. And unfortunately, there was a junior doctor's strike for 6 days at the beginning of January. So, I mean, basically the first week or so that she was there, she hardly saw a doctor. I mean, I asked her, how many times have you seen a doctor? I guess she must have seen a doctor in A&E, and I guess she must have seen a doctor in the ward, but it was not every day. So I think it really slowed down the whole process of treatment. Anyway, she was on intravenous antibiotics, and in total she was in hospital for about 18 days. I think that's probably a week longer than she needed to be there because of the lack of doctors. She had to do various tests. Once a doctor had decided, okay, you need to do this test, she had to wait a couple of days to do the test. A couple of times the test results were lost, so she had to do them again and then wait another couple of days for the results and another couple of days for a doctor to appear to explain what the results meant and then maybe to suggest that she needed another test. なんかすごいちょうどドクターがストライキ、若いドクターのストライキも重なっていたので、本当はね入院期間短くて済むところがすごい伸びてしまって、でそのテストとかのね結果とかもすごい出るのが遅くて、長く行かなきゃいけなくて、ダディも You have to stay in England longer than you thought. I mean, I don't want to criticise any of the staff, and there was one doctor there in particular who I saw a couple of times who was really helpful. They're really rushed off their feet the whole time, so they do an incredible job, and the nursing staff were mostly really helpful. But the NHS is clearly in crisis, as we've explained in previous videos. Going back a couple of years, the social care situation in the community is really quite bad. So a lot of the wards are full of people who might be healthy enough to be discharged, but they're occupying beds. So the wards are full. So A&E can't put people into the wards. So ambulances can't empty people into A&E. So people have to wait hours for ambulances. The whole system is clogged up, and I saw that for myself. I reckon in terms of her recovery from pneumonia, she was probably in hospital for maybe a week longer than she needed to be. なんか言ってたんですよね。グラニも早く出たいと、家に帰りたい、その方がいいのに病院にいなきゃいけないって言って。So she got better from pneumonia, but then started to get weaker and worse because of being in hospital. It's a very boring place. The food is maybe not so well, it's not so good. And I remember the lady across from her. なんかその個人の入院の部屋が個人部屋ではなくて、大勢の人がなんか本当に長い部屋で大勢の人が寝てたらしいんですけども、グラニーの目の前の方がなんとコロナにかかってしまってマスクとかもされないらしいんですよね。だからどっちかというと危険、病院にいる方がそういうウイルスとかかかってしまう危険があるって言って、ダディもあんまりもう病院に行きたくないとか言ってるぐらいだったんですよね。Yeah, I was quite surprised about that. I mean, I'm not a healthcare professional, but all that happened was there was basically in this bay with 6 beds. One of the ladies diagonally opposite from Granny got COVID. So she had curtains around and there was extra cleaning and a box of masks by the entrance to this little section of the ward. But that was it basically. I mean, And she wasn't wearing a mask, yeah? I didn't see the lady in question, so I don't know. But it wasn't compulsory for other people to wear masks, and most people weren't, including the nursing staff. Okay. So yeah, I was a bit surprised by that. But just talking about the way the system is all clogged up. Outside the accident and emergency department in Derriford, there were more than 20 ambulances parked up outside accident and emergency with the engines running, with the lights on, and you could see people inside who obviously were waiting to be admitted into accident and emergency. First week in January, the beginning of January is always like a super busy time for the health service anyway, but it's quite shocking to see 20 ambulances approximately sitting there, engines running, with people waiting to be admitted into hospital. いや本当にクライシス
ということがバーがふさわしいと思います。でもよく本当に思うんですけれども、この NHS っていうのね、すごい今ちゃんと機能してないとは言われるんですけども、I think it's not working really well. It's almost not functioning, people said. But still, for example, Granny went hospital and get treated for 3 weeks, but she doesn't have to pay. Yeah. No. Can you imagine if it's in the US, how much she had to pay? Absolutely. And some aspects of it work really well. I mean, for example, the social care people who came to visit Granny, in fact, it wasn't immediately when she came out of hospital because they were too busy, and I was there. But I think it was like 4 or 5 days later, they came to check on how Granny was doing. I mean, they were excellent. The local health centre in the village, that's where her doctor is, and pharmacy. I mean, they were excellent as well. So it's not all bad, and I think the staff do an incredible job. It's like a nursing assistant, a guy called Adolphi, and Granny was just going on about him all the time. He was a legend, helping everybody with everything, always with a smile on his face. Really? Yeah, great guy. So not all bad, but what I was going to mention, the latest figures for people on NHS waiting lists for various kinds of treatments, 7.6 million people. Population of the UK, 67 million. So that's more than 11% of the British population are currently on NHS waiting lists. そうですね。 It's a lot, isn't it? So, 11% の人が何かしらの治療を NHS で受けるのを待っているっていうことなんですけども。 but it's not all bad. 私が思うには、I think that maybe the how they operate might need to change. Like in Japan, it was free for elderly people, but now even them have to pay some. Maybe like that, England has to change. I don't know. もうで今は本当イギリスのこの NHS 治療費っていうのは全てタダなんですね。ね、it's all free, isn't it? You don't have to pay any. There's some things you have to pay for in certain circumstances, like some medicines or dental care or whatever. But yeah. So there's a bit of a theme in the media about broken Britain, about how things are not working anymore. I mean, many sort of public services are really struggling. One of the most visible aspects of that when you go back to the UK, I mean, certainly in my experience, is the state of the roads. Okay, I mean, when I grew up, throughout all my adult life, when you go back to the UK, the roads have always been pretty good compared to the rest of the world. All right, now the number of potholes in the roads, it's incredible, and some of them are absolutely huge. So what's a pothole? A pothole in the road is where the surface of the road is breaking up and it becomes a hole, right? Cars go over it and you bump, you break your tyres, you break your suspension, you damage the car. Okay. If you're riding a motorbike and you hit a pothole, you could very easily come off and people Dangerous. get injured, have accidents. I mean, in Devon, where Granny lives, in the village, I mean, outside the Rose and Crown pub, there's like 3 huge holes that like sort of this diameter and about that deep. Right? If you're driving along in a car, you're going to lose your tyre. Absolutely incredible. I mean, so people really have to be careful driving around. Okay, so what's the reason? Lack of public investment. Also, there's been an awful lot of rain, possibly because of climate change. Yes. Right. There's more rain. Rain soaks into the tarmac. If it freezes, it expands and breaks up the surface. I mean, that's always happened, but the quantity of rainfall has increased, and the amount of spending on public infrastructure and road repairs has gone down. The spending on road repairs is only about 2/3 of what it needs to be to maintain the roads. So many roads are deteriorating quite badly. When I was in Devon driving around, I mean, I got to know where the bad potholes were, sort of driving between Plymouth and Salcombe and that area. Okay. はい、ということでした。 Okay, bye then. So you don't want anything on the economy or politics? No, that's fine. No. What I mean is pothole is quite. Is it related to bigger aspect? Yes, broken Britain.
things are not working. You ask many people in the UK, and many people will say, everything's broken, nothing's working anymore. You've got schools potentially falling apart. This aerated concrete scandal where public buildings, including many schools, were made with a cheaper form of concrete 30 years ago or so, and have never been replaced. And now they're at risk of falling down. Roofs caving in on classrooms of children, that type of risk. It's all part of this narrative that public services are not functioning properly, and a lot of things are just falling apart. Potholes are one of the most evident things that you see about how things are falling apart. Okay. You might not think it's an issue, but it's something which it's quite a high-profile problem in the UK, which is illustrative of wider problems throughout the whole. はい。大丈夫？大丈夫よ。ということで、ちょっと今ダディからね、イギリスが broken down っていうお話をしていただいたんですけれども、暗い話ばっかりで明るい話はないのかちょっと聞いてみますね。Any good news about England? So yeah, but it's not all bad news. Okay. It's still a beautiful country. Sheep? Sheep. I had a fantastic walk along the coast, the south coast in Devon. Absolutely wonderful. I was so happy walking along there. Met a few sheep, some cows. Yeah. Wonderful views of the sea. Nice people. Yeah, I friendly agree. people. I like going to the pub. Fantastic couple of pub meals while I was visiting Granny in hospital. Aston Villa are doing very well, so that's always good, Yes. そうですね。じゃあということでまたお話ししましょうね。また次の動画でお会いしましょう。Sayonara.